こんにちは。今日は東急池上線の洗足池駅南側のエリアを歩きながら、ここに住んだらどんな毎日になるのかという視点で感じたことをお話ししていきます。洗足池駅は東京都大田区にあります。ちょうど目黒区との境目に近いエリアで、池上線に乗れば五反田や蒲田へもすぐ、旗の台で乗り換えれば自由が丘方面にもアクセス可能です。駅の名前にもなっている洗足池は、駅の北側すぐこんなに大きな池が都内にと思うほど広々とした水辺で、散歩やボート、野鳥観察をする人たちの姿も見られました。朝や夕方にふらっと歩けるこの環境はかなり贅沢です。駅南側の第一印象と生活のリズム。さて今回はその池の反対側、つまり南側を中心に歩いてみます。駅の南口から線路のガードをくぐると、一気に住宅街らしい雰囲気に変わります。古くからの一戸建て、低層のアパート、新締めのマンションがミックスされていて、どこか時間がゆったり流れているように感じました。人通りは少なめだけど、生活の音はしっかりあって、誰かが洗濯物を干す音、自転車で子供を送る親子の声、住んでいる人の日常がしっかり根付いている印象です。買い物と商店街、激安野菜との出会い。歩いていてまず感じたのは、買い物の自由度が想像以上に高いということ。駅近くには昔ながらの洗足池商店街があります。小さめだけどちゃんと生きている、そんな商店街。中でも目を引いたのが八百屋さんの前にずらりと並んだ驚くほど安い野菜たち。100円以下の人参やキャベツ、山積みの大根、どれも都内とは思えない価格とボリュームでした。買い物かごを片手に商店主と軽く言葉を交わす近所の方々。ここで暮らしてるってこういうことなんだなと感じました。スーパーだけじゃなくて、人と物が交わる場所がちゃんと残っている。それがこの街の魅力の一つです。もちろん少し足を伸ばせば雪谷の大関、御嶽山方面の大型スーパーも使えるので、買い物は日常使いまとめ買いの両立が可能です。飲食店の個性と静かな外食スタイル。外食事情はどうかというと、駅周辺や商店街に個人経営の飲食店がいくつかあります。ラーメンや定食やカフェ、そしてイタリアン、チェーンではない分、味や雰囲気に個性がありそう。ただし夜遅くまでやっているお店は少なめ。仕事帰りに深夜ラーメンといった使い方にはあまり向いてないかも。でもその代わり落ち着いた食事や週末ランチにはぴったりです。地形と空気感、気の流れを体で感じる。このエリアの地形も印象的でした。全体的に緩やかに下ったり登ったりする道が多い。洗足池という水のたまり場があるからか八千形になっているんですよね。歩いていると少し空気がこもる感じがする場所もありました。風の抜けが弱い日なんかは空気がじっとしているような。でもそういう場所にこそ人が落ち着きを求めて住むのかもしれません。高台の方に行けばまた風の流れも変わります。気になるなら内見の時に風通しや光の入り方はチェックした方が良さそうです。アクセスの現実と利便性のバランス。池上線というとローカルな印象かもしれませんが、実際は都心へのアクセスも悪くありません。五反田まで1本、そこから山手線で品川や渋谷へ、新幹線や空港も少しの乗り換えで到達できます。通勤はもちろん出張や旅行もストレスなく対応できる場所です。駅自体が小さめなので混雑やざわざわした雰囲気が少なく、落ち着いた始まりと終わりの駅という感じがします。街の変化とこれからの可能性。歩いているともう一つ気づくことがありました。それは所々に空き家や売却中の物件が点在していること。正直なところ少し寂れた印象を受ける一角もありました。でもそうした場所のすぐ隣にピカピカの真新しい戸建てが建っていたり、工事中の新築があったりもするんです。あ、ここ空き地だったのかななんて場所に新しい家が少しずつ増えていっているのがわかります。さらには建設中のコンビニなんかも見かけました。これは明らかに人の流れがある場所として街が見られている証拠。今はまだちょっと古い住宅街という印象が残っているけれど、5年後10年後を考えた時にここが新しい世代の家族や人々で少しずつ再構築されていく、そんな可能性もじんわりと感じさせてくれる街でした。投資的に見るというより、街と一緒に育っていく暮らしって案外いいなと思った瞬間でもあります。まとめこの街で暮らすなら、洗足池南側に住んだらきっと自分のペースで暮らせる場所になると思います。朝は洗足池を一周してから仕事に出かけて、買い物は自転車で雪谷へ、週末は池のそばでのんびりランチ。都心の喧騒からは少し距離を置きながら、手もアクセスも生活の便利さも手放さない、そんないいと小鳥の生活がここではできそうです。